こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、ブロック解除、潜在意識の書き換えですね。自分自身がちょっと引っかかってるものとか、ちょっと苦しいものとか、そのブロック解除のやり方とか、私自身が皆さんの潜在意識の書き換えなどもやりたいと思っています。なんでね、これ撮ろうかと思ったかっていうと、結構ね、コメントに苦しい方がいるんだなと思って、結構意識っていうのは簡単にできてるんですよね。自分自身が悩んでることとかっていうのはそのあたりの周波数帯でね結構ずっとね苦しい思いをしてたりしますので、書き換えることによってニュートラルになったりとか、とにかく今いる周波数が結構苦しい周波数っていうのかな、今悩んでるってところから抜け出したかったりするじゃないですか。その時にその周波数、その悩みみたいなところにずっとね強く意識が向くように結構人間ってできてるから、そのあたりねずっともがいてる方とかいるんじゃないかと思って、そこをね意識を書き換えることによってちょっと楽になるんじゃないかと思うので、ちょっとお手伝いしたいなと思って、今この動画撮っています。で、原理としては、私たちの周波数が今悩みとか苦しいやつみたいなところにいるとすると、今100だとしますよね。100の周波数あたりのとこにずっとここに行って、で、同じようなこの100の周波数あたりのものの出来事、今こう苦しいと思ってると、この周波数のものがずっとやっぱり来ちゃうんですね。内側でそういう周波数出してると、また後から明日、明後日もそのような周波数が来ちゃうっていう感じで、ずっとそういう感じで繰り返しちゃうところがありますので、意識を書き換えることによって、潜在意識を、の周波数を変えていきますので、それをやることによって、今この苦しいと思ってたやつの周波数がこの辺りになるんですよね。そう。だから、この苦しいっていうところに行かないでスーってね、なんかこう、楽になるんですよ。とにかく、昨日お話ししたバシャルでいう、ラジオのチューナーのチューニングを変えるみたいな感じなんですけど、結構簡単に、私たちが意図するだけで結構、そういう、なんていうのかな、チューニングの周波数って変わりますので、そのやり方、自分でできるまずやり方をお伝えして、その後私が、書き換えていきますので、両方使っていただけるといいんじゃないかと思います。それでは、まず、自分自身でのやり方なんですけど、バシャルの電球の付け替えもやっているんですが、今日は感情の書き換え、結構ね、思考が強くなってると思うんですよね。ブロック、引っかかってるものとか悩みとかの時ってもうさ、ずっと頭が喋りまくってたりして、なんて言うんだろう。もう、イメージしたくてもできないというか、苦しい時って本当に無理ですから、その時にやっぱり苦しいっていう感情は感じてると思うから、とかそのちょっと引っかかってるって思ってるものの感情ですね。その感情をまず感じます。じゃあ今、どういう周波数、自分自身がちょっと嫌だなと思ってることとか苦しいな、楽しいやつでもいいですけど、とにかく感情を感じます。そこのやつのね。適当にやってくださいね。大丈夫だから。感情を感じた。そしたら、自分自身でチェンジって思います。チェンジ。言葉に出してもいいし、心の中でも思ってもいいけど、チェンジっていう方に意識向けて、もう一回感情を感じてみましょう。さっきの周波、さっきの感覚とちょっと変わってるのがわかるんじゃないかと思うんですね。できたかな？これだけで周波数変わっちゃうんですよ。感情で頭が忙しい人はこのやり方の、ブロック解除をやるといいんじゃないかと思うので、もう一個いきますね。なんかお金に対してとか結構あるかね。お金に対しての感情をちょっと感じてみてください。うえーとかね。はあ、怖いとかね。恐れとかなんかあるんじゃないかと思うので、そのあたりの感情を感じます。OK？ 感情を感じて、で、チェンジって思います。一回チェンジっていう方に意識向けて、もう一回感情を感じてみます。これでやっぱ周波数、この辺りにいた周波数がやっぱちょっと上がりますね。ふって上がって、これでも意識としては書き換わってますから、こんなんで書き換わっちゃうんですよ、簡単に。全ては私たちの意図で。書き換えるって思う意図なんだろうね。だから。あと今こういうとこで引っかかってるとか、ここが苦しいって自分が認識することによって、書き換わるんですよ。本当に簡単にできてて。なんだけど、
そこを自分がなんだろう、気づかない、なんでこの現実はこうなってるんだってことばっかりは考えるんだけど、その外側の世界はね見て、それに対しての感情はすごい感じるんだけど、これは私はここで引っかかってるんだとかっていうのはあんまり認識しなかったりしますので、これで書き換わるんですよね。簡単でしょ。結構思考が強い人とか、考え方のなんていうのかな、ブロック解除、電球の付け替えとかが苦手な方はこのやり方をやっていただくといいんじゃないかと思います。それでは、私自身が、皆さんの潜在意識を書き換えていきますので、リラックスしてね、やっぱ人にやってもらうのもたまにはいいからね、自分でずっとやるのも大変ですから、私自身結構得意なので、どうせだったんでなんか結構楽になるって言われるので、じゃあ皆さんの潜在意識書き換えていきます。じゃあリラックスして、ほんとゆるくね、ゆるゆるになっていただいて、何がムカつくかなとか、嫌だなって思うこととかをちょっと思い浮かべてください。楽しいやつでもいいですね。楽しいやつ書き換えるともっと楽しくなっちゃうから、それでもいいし、苦しい人は本当にその苦しいやつ、もうこれだーっていうのをちょっと、これって決めてください。で、それをちょっと、感情でも感じててください。じゃあちょっと見ていきますね。じゃあ準備します。今日は、いろんな存在が入りながら、竜とアルクトゥールスがサポートに入りながら、書き換えをやっていきます。皆さんはリラックスしてるだけでいいですね。これって、書き換えるものこれって決めていただくだけでいいです。赤い竜が来てるみたいですね。出てきてるものに関しては、そうですね、結構ドロドロしたものとか、ぐちぐちしたものとか、なんだろうな、粘っこい感じの、周波数が来てますね。ここはね、ご本人は何も悪くないんですけど、今までのあれだろうね、パターンっていう感じなんだろうな。何回も同じようなことを繰り返してるんじゃないかなっていう感じがしますね。もうね、すごくね、強く意識が向いてるから、どう抜け出せばいいかとか、なんで同じこと繰り返しちゃうんだろうなっていうところで、なんかご自身のことを責めているような、そういうところのすごいこう、周波数が、お帰りなさい。そのあたりを感じますね。じゃあ、ここを今書き換えていきますので、許可しますって言ってください。アルクトゥールスと竜にサポート入ってもらってお願いします。いいですね。この宇宙の果てまで飛んでっちゃったって感じで、なんかスカーンってなりましたね。やっぱり高次元の存在が入るといいですね。どっか行っちゃったな。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。いや、書き換わりました。どういう風に変わっていくかは、最善な形でもう今書き換えたので、ご自身の認識あるところに上がっていくのは早い方もいれば、大体1週間、1ヶ月ぐらいかな。遅くて1週間ぐらいで書き換わるんじゃないかと思いますけど、今もう書き換わった方多いんじゃないかと思います。いいですね。やっぱ宇宙人たち入るといいね。もう一個いけます。じゃあまたちょっとね、引っかかってること、願望でもいいですかね。ここが突破できないなーっていうところ。自己意識をやっぱりこう広げるような、自分を肯定するのに何が引っかかってるのかっていうところをちょっとやっていただくと良さそうですね。はい、じゃあちょっとそれを思い浮かべていただいて、その感情をちょっと感じてください。自分を責めている感じがすごい出てくるね。頭がやっぱりすごい痛くなってくるのと、涙が出てくるね。これはやっぱ苦しいよね。苦しいですよ。すごいちっちゃくなって、あなたは創造主ですからね。どうしたってあなたは創造主だから。だけどやっぱ小さい
体験もしてみたかったっていうところでこのパターンがあるんだと思うんだけど、ちっちゃくなってるから本当にすごい、苦しいねこれね。あとは見える感じだと、なんか望むことっていうのかな、自分自身がこう大きく意識を拡大させることとか、望むことへの不安とか抵抗っていうのをすごく感じますね。はい、ちょっと今ね切れちゃったので周波数変わっちゃったのかな、急に切れちゃって。それでは、もう書き換わっちゃってるのかもしれないけど、書き換えていきますので、リラックスして許可しますと言ってください。アルクトゥルスいうすべての存在たち、高次元の存在たちのサポートを入れていきます。多くの、神様とかが今入ってますね。いいのが、めっちゃいい風が吹いてきた。やっぱ風通しよく、そしてあなた自身が、すごい気持ちいい。あなた自身がもう本当にこうのびのびと緩やかに、過ごしていくことですね。今書き換わった感じはもう風通りよくなって軽やかになった感じですね。軽さとかこう喜びとか、こういうなんて言うんだろう、ちょっとふわふわしてるかもしれないんだけど、こういうエネルギーが現実化が本当に思うようになっていきますし、ご自身が一番楽ですから、無理に自分自身をちっちゃく、3次元的なところからやっぱり5次元的になんで物質をすごく強くフォーカスするところから、なるべくもうちょっと緩くね、緩くっていうのをちょっと苦練していくといいんじゃないかと思いますね。本当にたくさんのすごい愛されてるんだなっていうのがすごい感じますので、皆さん本当自信を持って進んでみてください。今、潜在意識の書き換えをやりましたけれども、はい、すごいやっぱりこう素直な方がとってもいいのかなっていうのと、あとこれ今ね、やらせていただいた最初のところで、自分でやる感情の、潜在意識の書き換え方、そして、私自身が書き換えたものとか、周波数を変えるっていうのはもうすごく簡単なんですよ。こんなんでって思うかもしれないんですけど、こんなんで私たち悩んでるんですよ。こんな書き換わらない、難しいんじゃないかっていう考え方の癖、今まで生きてきたそういうなんだろうな、固定概念っていうんでしょうかね、そういうところでガチガチになって自分を苦しめてるだけなんですよ。この辺りがずっと苦しいだけだから、もう解放しちゃいましょう。解放しさましょうこの風の時代と言われる時代っていうのは本当に軽やかさ、あなたは本当にその今いるところ、そしてこれから進むものっていうのは本当に軽やかで、今いるところも本当にね、完璧なところなんですよね。この動画見てたり、なんとなく私はなんかもっと何かできるんじゃないかとかさ、ちょうど分岐点にいる方が多いんじゃないかと思うんですけど、本当にね、そういう自分自身で自分の道を歩む時が来ていますし、自分でね、今どんなとこにいたっていくらでも人生って変えられるんですよ。なんだっけ、こういう星に生まれたからこうとかってね、もうね関係ないですから本当に関係ない。私は本当に自分自身の星が普通ですから、なんかすごい特別な数比とかも特別なの持ってるわけじゃないし、なんだっけ、マヤ暦とかもそうだし、とにかく普通なんですよ。普通以下かもしれないね意外と。だけど自分の心を生きてたら周波数でこんなに変わるんだなっていうことと、やっぱり自分の心を生きてたらやっぱ誰もが創造主だから、どん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 世界が広がってきますから、この周波数でね引っかかってるっていうところがあると思うから、どんどん解放してみてください。ちょっとね動画が、途中で切れちゃったので見づらかったかもしれないんですけど、よかったらこの動画使ってみてください。ではまた撮ります。ではでは。